今週の出雲ラボはジェミニ CLI と一緒に ESP32 カムの画像ビューアーを作ってみました。簡単な指示だけでめんどくさい作業をほとんど肩代わりしてくれる AI エージェント。そのお仕事ぶりをぜひ見ていってください。こんにちはったらこんにちは。出雲です。というわけで今週はジェミニ CLI です。ジェミニ CLI というのは AI エージェントです。AI にエージェント。中二心をくすぐる単語が並んでいます。生成 AI に代わり最近話題の AI エージェントなんですけど、それは一体どんなもので何ができるんでしょう。では今週は AI エージェントを紹介していくぜ。というわけで AI エージェントについてちょっとおさらい。生成 AI とは何が違うんでしょうね。AI エージェントにはこんな特徴があるとされています。自律性と能動性があるって書いてありますね。つまりユーザーの要求に対して課題解決の手段を考案してそれを実施してくれるということらしい。こっちの例で見ると、例えば札幌に行きたいっていうリクエストに対して生成 AI だと交通手段とか移動時間だとかを教えてくれますが、 AI エージェントは旅行サイトなんか調べ始めた挙句に飛行機と宿の予約まで始めちゃう。実際にはユーザーの許可を取りには来るのですが、そういう積極性がこれまでの AI と違うところです。で、中でもジェミニ CLI は開発作業に特化した AI エージェントらしいです。楽しみですね。ジェミニ CLI はプログラム開発なんかに特化した AI エージェントで、使い始めるにはちょっと準備が必要。まずは Node.js というものが必要です。これは JavaScript の実行環境。つまり Gemini CLI は JavaScript で作られているってことなんですね。このサイトからダウンロードしてインストールしましょう。インストールが終わったら Node と NPM のバージョンを確認。バージョンが表示されれば大丈夫です。続けてこのコマンドを打てば Gemini CLI のインストールが始まります。最初の起動では見た目の設定とか Google アカウントでのログインとかをします。お察しですが Gemini CLI を使うには Google のアカウントが必要です。さて今回エージェント Gemini に何をしてもらいたいかというとですね、 ESP32 ダブルローバーカムの画像データを PC に表示するというのをやってみます。ESP32 のためには C のファームウェア、PC 上での画像表示には Python を使ってもらいましょう。エージェント Gemini への指示としてこんな命令書を用意しました。ESP32 ボードについてきたチュートリアルとかサンプルコードとかを参考にして指定したファイルに C のプログラムを作ってもらって、画像表示のスクリプトをこれまた指定したファイルに作ってもらいます。今回は動画に収めるということもあって細かく指示を出してますが、もっとシンプルな指示をしてエージェント Gemini といろいろやり取りをしながら作っていくというのも全然ありです。この指示はテキストファイルにして後で作るプロジェクトフォルダにコピーしておきます。じゃあ前置きはこれくらいにして AI エージェントの開発をやっていくぜ。まずはプロジェクトフォルダを用意。ただフォルダを1個作るだけでも良いのですが、VSC でプロジェクト作成した方が設定ファイルなんかも自動で作ってくるので良きです。いつものようにプロジェクト名を決めてボードを選んでプロジェクトができました。今回はこれに Python とドキュメントのフォルダを追加しました。あとは ESP32 ボードについてきたチュートリアルの PDF ファイルとヘッダーファイルを追加。ヘッダーファイルはエラーが出て気持ち悪いので一応直しておきますが、手で直さなくても実はエージェント Gemini が多分何とかしてくれます。
1行追加して準備はおしまい。VSC はもういらないので閉じても OK。あとはこのフォルダでパワーシェルを開きます。さていよいよエージェントジェミニとご対面です。これがジェミニ CLI の起動画面。まずはさっきコピーしたチュートリアルのファイルを読んでもらいます。結構待たされるので飛ばしました。予習が終わったので先ほどの指示を入れたテキストファイルを読んでもらいましょう。先ほどの指示の内容からエージェントジェミニは自分のやるべきことを理解して計画を立てます。要所要所でお伺いを立ててきますが、基本自発的に作業を進めます。今はプロジェクトフォルダの中をチェックしてプロジェクトの概要を把握しています。先ほどのヘッダファイルを見てピンハイの確認中。もろもろ情報が揃ったのでプログラムを作っています。ファイルを書き換えたりするところでは一応人間の許可を取ります。C のプログラムもできたのでビルドして ESP32 に書き込んでもらいます。そこまでやってくれるんですよ。ESP32 側の準備ができたので Python のスクリプトを作ります。仮想環境を作って、ライブラリをインストールして、インストールができたら Python スクリプトの作成開始。できたのでファイルに書き込み。最後にスクリプト起動のためのバッチファイルも作ってもらいました。バッチファイルの起動もエージェントジェミニがやります。これが Python スクリプトで表示されたカメラ映像です。このカメラからペンギンフィギュアを映しています。手をかざすとかなり遅れて僕の手も映し出されました。ちゃんと動いてるみたいですね。僕はほとんど何もしてません。やりますね、エージェントジェミニ。いくらなんでも更新遅すぎって思ったので、エージェントジェミニに更新レント上がらないって聞いてみたら、単純にシリエルの通信速度を上げて解決を図りました。Python の通信速度だけ上げて ESP32 側を上げ忘れるとかちょっと抜けたところもありましたけど、自分でミスに気がついて修正してくれました。このあたりがなんか人間っぽくて面白いです。はい、というわけで AI エージェントと ESP32 カムの映像表示アプリを作ってみました。まあほとんどエージェントジェミニがやってくれたんですけどね。動画では待ち時間飛ばしながら見ていきましたが、プロジェクトを開始してから画像が表示されるまで実時間で10分ちょいでした。すごいことです。これがあれば今までできなかったこともいろいろやれそうで楽しみ。インストールもそんなに難しくないですし、試してみてはいかがでしょうか。マイコン興味あるけどプログラムを覚えるのは面倒なんて方には最適かと思います。AI の書いてくれたコードを読んで勉強することもできますしね。ではここまでご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。さて来週はせっかく ESP32 なんだし Wi-Fi を使った画像取得はできないかエージェントジェミニに聞いてみるつもり。ESP32 に Web サーバーを立てる方式じゃないやり方でなんとかならないかなと思っています。そんなこんなで
また次の動画でお会いしましょう。